ボンジューメググです。せっかくパリに来たならパリジャンのようにメトロを乗りこなしたい。だけどフランス語わからないしスリが多いって聞くし、ちょっとハードル高すぎるよねという方のために、今日は実際にパリのメトロに乗りながらメトロの乗り方や注意点などを徹底解説していこうと思います。なるべく分かりやすくご説明していきますが、もしも動画を見終わった後に分からなかったことやご質問などがありましたら YouTube や Instagram のコメント欄、もしくは毎週月曜日日本時間の夜10時からパリのカフェから YouTube ライブ配信を行っているので、その時にリアルタイムにご質問にもお答えできます。それでは早速スタート。はい、カメラを切り替えました。今日はここオペラ駅から出発します。目の前にはオペラ座ガルニエ宮が見えています。そしてここにこんな感じでメトロポリタンと書いてあります。この階段を降りていくと改札があります。このオペラ駅はちょっと変わったデザインですが、ほとんどのメトロの入り口はアール・ヌーボーのデザインです。そしてこのオペラ駅は RER ともつながっている大きい駅で、この道を渡った向こう側とか至る所にたくさん出口があります。では階段を降りましょう。ここをまっすぐ行くと塔が立っているところはバンドーム広場です。階段を降ります。雨が降っている時などはお足元にご気をつけください。降りていくとこんな感じで駅名オペラ駅の表示があって、その横に RER メトロ378という感じでこの駅に通っている線が書かれています。ここは出口専用で、上にここからは入れませんのマークがあります。このままぐるぐるっとまずはチケットを買いましょう。途中にはこんな風にメトロマップがあります。少しだけマップの見方をご説明します。これがパリ全体の路線図です。パリのメトロはとても分かりやすくて、すべて色と番号で分かれています。 RER は色とローマ字で分かれています。なので事前に自分がどの色の何番線に乗りたいかを Google マップなどで調べておいてください。そして行き先何々行きというのは、例えばこのピンクの線でしたらこういう風に先っぽまでたどっていくと、この太字で書かれているのがどこどこ行きという始発終着の駅。そしてこの7のピンク、これがピンクの7番線です。今いるのはこの真ん中あたりのガルニエ宮があるオペラ駅にいます。これからこの赤の A 線に乗ってビーンとこの凱旋門があるシャルル・ド・ゴール・エトワールまで行きます。その後今度はこの1番線、今度はメトロに乗ってビーッとルーブル美術館があるパレ・ロワイヤル・ミュージー・ド・ルーブルというところまで行って到着です。それでは行きましょう。駅の中にはいろいろなお店が入っていて、お花屋さんとかコンビニのような感じのお店、レミーちゃんが売ってるお菓子とか売ってます。ここがチケット売り場です。ちょうどあそこにもスリが通りました。気をつけてください。はい、気を取り直してチケットを購入しましょう。購入パターンは3パターンです。券売機でナビゴを買ってチャージをする、インフォメーションでナビゴを買ってチャージをする、もしくはスマホにアプリケーションをダウンロードしてそこにチャージをする、この3パターンです。チケットのマシンはコロコロのタイプとタッチパネルタイプがあります。ここはすべてタッチパネルで操作するタイプです。そして現金が使える機械、使えない機械とか、ナビゴをチャージするしかできないという機械もあります。この機械はすべて使える機械です。ここからお札も入れられますし、コインも入れられてカードも使える機械です。まずはナビゴをまだ持っていない場合、ナビゴを購入してそこにチャージをするパターンです。まずは言語選択です。ここから選択するか、フランス語の場合には画面をタッチします。タッチ。すでにナビゴを持っている場合にはここにナビゴを置くと自動的に反応します。持っていない場合は右をタッチ。ここで欲しいチケットの種類を選びます。一番上が普通のチケットです。メトロ RER もしくはバス、メトロを選択。
これが新しいナビゴの購入画面です。購入しますか？はい、購入します。ナビゴの枚数を選びます。子供は下、大人は上。1枚。枚数を確認してコンティニュー。ここでチャージするメトロのチケットの枚数を選びます。1枚。カートに追加。詳細を確認してペイエでお支払いです。ペイエ。レシート入れますか？いりませんか？いるならウィ、いらないならノン。ウィ。この画面になったら好きなお支払い方法でお支払いを完了してください。お支払いが完了するとチャージ中の画面になります。これは持っているナビゴにチャージする場合にも、チャージ中に取ってしまうとチャージが完了できないのでご注意ください。乗り放題チケットを購入する場合は真ん中を押してください。上が日付指定の乗り放題、下がパリビジットです。日付指定とパリビジットの大きな違いは空港間が含まれているかと料金です。特に空港に行くご予定がない場合には日付指定の方が断然お得です。まずは日付指定を選択。ここで先ほどと同じナビゴの購入画面です。枚数を見てコンティニュー。この画面で買いたい日付を選んでください。確認をしたら先ほどと同じくペイエでお支払いを完了してください。続いてパリビジットを購入します。パリビジットを選択。ナビゴを追加します。枚数を選択してコンティニュー。欲しい日数を選んでください。1日。ペイエでお支払いです。空港行きのチケットはエアポートを選択。ナビゴを追加します。枚数を選択してコンティニュー。片道か往復1枚か2枚を選んでください。片道なら1枚。そしてカートに追加して確認をしたらペイエでお支払いです。最後にちょっと注意点なのですが、こんな感じで日本のマシンと違って全然タッチパネルが反応しなかったり、反応してもかなりゆっくりだったりします。全然反応しない。なので気長にマシンの操作をするようにしてください。あ、やっと動いた。はい、購入できました。これからこれを使ってメトロになりますが、その前にこの改札付近での注意点です。この改札付近、駅員さんが何人か今オレンジのベストを着た方と緑のベストを着た方は駅員さんですが、背中とか胸元に RATP っていう表示がある。今背中に映ってますね。RATP っていう表示があるお洋服を着ている人が駅員さん。そうでない方が案内するよとか代わりにチケット買ってあげるよって言った時には詐欺なのでお気をつけください。そしてもう1点注意点が、この改札に並んでいる時や購入している最中にとてもスリに狙われやすいです。なぜかというと、チケットを買うことに気が入っていて、一瞬お財布をポケットに入れちゃったりとかスマホをポケットに入れちゃうなんていうことがよくあります。そうするとすぐに取られてしまうので、チケットを買う際にもマシンだけに集中するのではなくて、貴重品は自分でしっかりと守るようにしてください。それでは実際にメトロに乗ってみたいと思います。それでは改札を通ってみましょう。改札は2パターンあって、自動で開くものとこのようなレバー式があります。ナビゴはこの紫のところにタッチをします。そうするとピーンという音がしてこのレバーが開く仕組みになっています。そしてもう一つ、ここで皆さんが戸惑ってしまうポイントです。ナビゴカードをタッチした時にピーンという音が鳴らなかったり、機械が故障していて電気がつかなかったりする時があります。そうするとできていないのかなと思ってもう一回続けてタッチをしてしまうとビーというエラーの音が鳴ってしまいます。その時に皆さん戸惑ってしまうのですが、こういう時にはすでに1回タッチができていて、もうレバーが開いている時がほとんどです。なので1回タッチをしたら音が鳴らなくても、まずはこのレバーを押してみてください。それでも開かないようでしたらもう1回タッチをする。それでビーという音が鳴ってしまったら、その場合には自分の方に理由があります。ナビゴがチャージされていなかったり、アプリがオンになっていなかったりするので、そういう時にはこの各対処をしてください。では乗ってみましょう。
今回はアプリでタッチしてみます。いきます。はい、この紫のところにタッチします。そうするとピーンという音が鳴ってここが光ります。そしたらこのレバーを押します。このレバー結構硬いのでぐるんと強く押してください。でその後にドアを通ります。はい、改札入りました。こんな感じです。ちょっと振り返ります。今この改札から入ってきました。この扉も壊れていて開かないこともあるので、そういう場合には力ずくで開けるとかすり抜けるようにしてください。ここで注意点です。パリではキセルをする人がとても多くて、改札を飛び越えられない時には改札を通る人の後ろにピタッとくっついてきて一緒に通ろうとする人がたくさんいます。突然くっつかれるとびっくりしてしまうかもしれませんが、その人は通してしまったからといって罪に問われることはないのでご安心ください。そんな感じで簡単にキセルできてしまうのですが、キセルをしてコントロールに捕まった時には罰金になってしまうので絶対にしないようにしてください。あ、スリが入ってきました。この女の子スリなのでご注意ください。絶対もう一周回ってまた入ってくるのでちょっと待ってみます。ほら来た来た、あの子こんな感じで巡回しながら獲物を狙っているのでご注意ください。ではここからシャンゼリゼ通りに行ってみたいと思います。シャンゼリゼに行くには RER A 線という電車に乗ります。その場合にはこんな感じで駅内にたくさん表示があります。では A 線に乗ってみましょう。こんな感じでたくさん A の表示があって向こう側にもあります。で階段やエレベーターいろいろ使えますが、ちょっとエスカレーターで行ってみたいと思います。こっちにも A がありますが、このねエスカレーターの表示で行ってみたいと思います。降ります。はい、A 線です。エスカレーターに乗るときには止まる方は右側に止まって乗ってください。で歩く人とか走る人とかが左側を通ります。歩いちゃいけないとか走っちゃいけないっていうルールはないので、追い過ぎの際には気をつけて降りるように上り下りするようにしてください。またエスカレーターいきなり止まっちゃうこともあるので、ちょっと怖いよという方はできれば捕まって乗るとご安心かと思います。迷路みたいですね。歩いていきますまたね、ところどころにこうやって A 線の表示があります。こんな感じです。表示に従って歩いていきます。ここね、続いてここにも A 線の表示、スポットもあります。で、表示に従います。またここにも A 線の表示です。従っていきます。でそうすると8番線のホームに降りる表示なのですが、ここに A 線の表示があるのでこっち側に降りていきます。パリのメトロの中は本当に階段が多くて、今エスカレーター動いていましたがエスカレーターも止まっていることも結構あるので、パリ散策をする方はなるべく歩きやすいお靴、スニーカーがおすすめです。はい、降りるとホームに出ますが、これは A 線のホームではないのでご注意ください。よく見ると向こうの方に A 線はこっちという表示が出ています。ここから乗っちゃうと全然違う線に行っちゃいますのでお気をつけください。こんな感じでね、 A 線こっちですの表示があります。ここに従っていきます。はい、またエスカレーターが出てきました。降ります。はい、降ります。このオペラ駅は結構広くてメトロと RER 両方通っている駅なので、駅構内でたくさん歩きます。続いて歩く歩道2つあります。これも止まっていることもよくあるので、止まっていたら普通の歩道としてご利用ください。足が長くなった気分。歩きます歩きます。スタイリッシュ。
の駅は結構観光客の方も多い駅で、空港から乗り換え1回で来れるので、スーツケース持っている方のご利用も多くて、それなのでエスカレーターとかね、今みたいに歩く歩道もあったりします。そうするともう1回改札が出てきます。でこれもよくあるパターンなのですが、乗り換えの際などに改札を何度か通ることがあります。その時には同じようにナビゴをタッチしてください。この乗り換えではチケットは消費されませんので、普通にこうやってタッチをしていってください。ではスマホで紫のところにタッチします。ピン。この改札はレバーではなく自動タイプです。はい、入りました。続いて行き先の見方です。この A と書いてある横、右側でしたらディズニーランドミッキーちゃんのマークとか、左側でしたらサンジェルマンオレとかオアシーって書いてある、これが行き先です。上り下りのように行き先が分かります。これが一つの見方で、もう一つ私のもっと簡単だなと思う行き先の見分け方お伝えします。このままホームまで向かいます。左に曲がってみましょう。そうするとさっき上に書いてあったように、この行き先、終電のところですね、サンジェルマンオレとかポアシーという駅が書いてある。これで見る方法が一つ。そして私のおすすめの方法が、ここのエスカレーターを降りていくとすぐホームなのですが、ホームに降りる手前に、これは RER でもメトロでも同じくこのようなプレートが貼ってあります。でこのプレートにはこの電車が止まる駅しか書いてありません。どういうことかというと、例えば今いるのがこのブルーになっているオベーフという駅、そして私が行きたい凱旋門があるのが次のシャルル・ド・ゴール・エトワールという駅です。でこの駅名が書いてあるので、この電車に乗ればこの駅に行けます。例えば逆側、ミッキーちゃんのマークが貼った方のホームの手前には右側のようなプレートが貼ってあって、全く違う駅名が書いてあります。なのでこのプレートを見て自分が行きたい駅が書いてある方に乗り込めば間違いなくその駅に停車できます。この方法がとっても簡単に見分ける方法です。ではエスカレーターを降りていきます。はい、ホームに到着しました。ホームの端っこに到着しました。これが RER のホームです。ここはとっても大きいホームの一つです。でメトロも RER も一緒ですが、時刻表というものはなくてこんな感じです。次何分後、これでしたら次2分後という感じで表示されています。これが行き先です。これ最新の電光掲示板ですので、ほとんどのメトロはこうやって行き先はこんな風には出ていませんが、次何分後次何分後という感じで表示されています。でここにもこんな感じで、次1分後、次7分後、その次11分後という感じで表示されています。これもご参考までにという感じで、1分後って書いてあるからといって必ず1分後に来るわけではないので、時間で見るというよりは感覚で、1分後ならもうすぐだなっていう感じでね、見てください。そしてもう1個前の駅出発しましたって時には、ここにアラポッシュという感じでもうすぐ来るような表示がされます。続いて待つ場所ですが、見ていただいた通り、日本のようにここでお待ちくださいっていう列を作るような線はありません。どこで待っても OK です。そして電車が来たら自分が待っているところから一番近いドアから乗り込めば OK です。来て入れる時に入るという感覚です。そしてスリの待っている最中のスリの注意点ですが、だいたいスリは地上とか改札付近から取れそうな人たちをつけてきていて、ホームで電車を待っている最中に狙いを定めるという感じですので、ホームで待っている最中に何をしているんだろうみたいな若い女の子のグループ5から8人ぐらいの子たちがなんかふわふわって近づいてきたなと思ったら、それはスリの可能性が高いので、なるべくその子たちから離れて電車を待つようにしてください。そしてドアですが、日本のように自動ではなくてほとんどが手動のドアです。
でドアは3パターンあって、自動式もしくは手動式のボタン式かレバー式です。今から乗り込むのはボタン式の手動のドアです。はい、電車が来ました。ここでも注意点ですが、日本のように黄色い線の内側に立ってお待ちくださいとか、安全を確認をしてくれる駅員さんというのはいないので、自分の身は自分で守るように安全確認は自分で行ってください。はい、これは中から押しても外から押してもドアが開きます。こんな感じでね、降りる人が先乗る人が先とかはありません。これがボタンです。はい、乗り込みました。綺麗ですね。RER は2階建ての電車です。で、乗り込んだらなるべくお席が空いているようでしたら座るようにしてください。やっぱり立っているよりも座っている方がスリに狙われにくいので、なるべくお席が空いていたら座るようにしてください。もしも立って乗るときにはドア付近は避けるようにしてください。なぜかというと、スリはドア付近で物を取ってドアが閉まる寸前にさっと降りて追いかけられないようにという手口が多いので、ドア付近は危険です。そして立って乗るときには必ずどこかに捕まるか寄りかかるなどして乗ってください。フランスの電車やメトロは急停車や急ブレーキがとても多いので、どこにも捕まらずに乗っているととても危険です。行き先はこんな風にドアの上に表示されています。光るタイプ、光らないタイプがありますが、この RER は光るタイプです。これから行く場所のライトがついていて、止まった駅からだんだんと消えていきます。ですが、この電気も一つずれにずれていたり、次どこどこ駅ですというアナウンスも間違っていたりするので、基本的にはご自身の目で確認をするようにしてください。このボタンを押して乗ります。これがですね、これもメトロ RER に関わらず結構動いていても開いちゃったりするので、怖いようでしたらしっかり停車してから、ほらこんな感じでね、動いていても開くんですね。なので怖いようでしたら停車してからボタンを押すとか、誰かが押した後ろから降りるようにしてください。はい、シャルル・ド・ゴール・エトワール凱旋門の駅に到着しました。振り返ります。この電車に乗ってきました。このプーという音がドアが閉まりますの合図の音です。これもメトロ RER 同じ音が鳴ります。最後に電車を乗り降りする時の注意点です。乗り降りをする際にドア付近でちょっともたもたしてしまったりとか、お先にどうぞみたいな感じで遠慮して譲り合ったりしてしまうととても危険なので気をつけてください。なぜかというと、日本と違って電車のドアは人がいても容赦なく閉まって、挟まってしまうと本当にとても痛くてお怪我をしてしまったりするので、電車のドア付近ではもたもたせずにどうぞどうぞとかをやらずにね、乗るなら乗る、降りるなら降りるという感じでスムーズに乗り降りをしてください。はい、では地上に上がります。出口のマークはこれです。駅名や出口の表示はネイビーのバックに白い字で書かれています。この S から始まるサクチというのがフランス語の出口という意味ですので、この矢印に従ってください。大きい駅にはたくさん出口があって番号が振ってあります。そして主要な観光名所があるところにはこんな風にブラウンのバックにモニュメントのイラストと一緒に書かれているので、その矢印に従っていってください。それでは行ってみましょう。凱旋門は左です。自動販売機発見。パリは路上には自動販売機ないのですが、駅のホームにこんな感じで設置されています。このピカピカしているところにコインを置いてガシャンと押し込む感じです。クレジットカードも使えます。ですが出るか出ないかは運次第で、出ないこともあれば2個出ることもあります。くじ引き感覚で楽しんでみてください。上のところに右に曲がる矢印があるので曲がります。壁にも凱旋門の矢印です。これに従っていきます。あんまり誰もいない。エスカレーター登ります。この
駅もとても広くて、電車を降りてから出口に行くまでが長かったりするので、お時間にはね余裕を持って移動するようにしてください。ほい、この先のもう一つのエスカレーターを登ります。わあ、メトロの出口付近は風が強い。あるあるですね。エスカレーターの手前、ここにも出口のマークです。はい、もう一つ登ります。キックボードを持ってたり自転車を持って電車に乗る人もたくさんいます。はい、降ります。降りました。おお、そうするとこの出口のマークがあります。ここから出ます。ちょっと端に避けます。お、キセルで、改札を出る時のパターンなのですが、ほとんどの駅が何もしなくても出る時には自動で改札を通ってお外に出られます。ですがこの駅のようにいくつかの駅では出る時にもナビゴのタッチが必要なところがあります。そういう時にはタッチをしてください。で、改札ずらーっと並んでいますが、この改札のところ、ここに緑の矢印が書いてある、この改札から出ることができます。で、もうちょっと左側にずれていくとこんな感じでね、赤いマークが出ています。こっち側からは出れないようなマークがあります。でなので出るときにはこの緑のマーク、入る改札ではなく出れる改札の方から出てください。で、出るときも同じようにこの紫のところにピーンとタッチをしてレバーを回してください。出ます。出ました。それでは凱旋門まで行ってみましょう。はい、ここまで来るとこんな感じでまた出口の行き先が書いてありますので、このプレートに従っていきましょう。誰かには逮捕されてた。何やっちゃったんだろうね。今日忘れていますが、このね、こう通路を歩いている時、こういう時にも後ろからつけられていたりします。この前もいたんだけど、釣りの集団なのですが、ザラの紙袋とかでお買い物した後ですみたいな感じでね、変装して周りにいたりもするので、油断せずに、メトロの中だから危険なわけではないので、常に気を張って周りを確認しながら散策するようにしてください。でも怖がることなく最低限注意をしていれば取られることはありませんので、気構えすぎてもですが気は張るようにしてください。はい、もうすぐ到着ですよ。明るい。ドキドキワクワク。行くよ行くよ。心の準備をしてください。大きいですね。凱旋門到着しました。ちょっと目の前まで行ってみましょう。到着しました。到着。シャルル・ド・ゴール・エトワール駅からシャンゼリゼ通りを2駅歩いてフランクリン・デー・ルーズベルトという駅まで来ました。ここから今度はメトロ1番線に乗ってルーブル美術館の駅まで行きたいと思います。おさらいしながら行きますので、乗っている感じでイメージトレーニングしながら見てみてください。この入り口から乗ります。シンプルな駅ですね。入り口にはこんな感じで1番線ありますって書いてあります。行きます。凱旋門シャンゼリゼ通りまでは RER という電車で来ましたが、今度はメトロに乗ります。ここが入り口です。1番線、9番線があります。そして目の前には券売機やインフォメーションがあります。では乗りましょう。紫のところにタッチして乗ります。こんな感じでね、音がしないんですね。でもね、この人ももうね入れてるの。この改札、これ音しないでほらみんな戸惑っちゃうでしょ。
できてるのかなって感じでね、こんな感じで戸惑っちゃうのですが、音しなくても一回タッチすれば開いてますので入ってください。では乗ります。ピーン、押します。ぐるーん。さっき落としない改札どうやら壊れてて出入り自由、入り放題みたいになってたらしいっていう時もあります。そしてこういう風にホームの降りる手前にパネルがあります。今から行くのはパレロワイヤルミュージードルーブルという駅で、ここには乗っていないのでの階段ではありません。なのでもう一つの1番線の方に行きます。こんな感じで必ずホームに行く前にパネルが貼ってあるので、それを注意しながら見るようにしてください。向こう側です。はい、今度はこっち側のパネルです。さっきとは全く違う内容が、駅名が書いてあります。今から行くのはここパレロワイヤルミュージードルーブルという駅です。ここで降りるとルーブル美術館、ここでもルーブルなのですが、こっちの方がおすすめです。行きましょう。ちょうど来るかな。ちょうど来たけど混んでるから次に乗ろうか。そして駅にもたくさんこんな感じでね、ゴミ箱があります。はい、ここがメトロ1番線のホームです。さっきも時刻表はありませんと言いましたが、メトロのも同じで時刻表というのはなくてですね、こうやって次2分後、次4分後という感じで表示してあります。これもご参考程度ですが、だいたい合ってます。で、さっき乗った電車とは違って、今度は自動の日本のようなスタイルの電車です。パリのお椅子かわいいですよね。丸っこくてニコってしてるみたいでしょ。見て、スマイルちゃんみたいでしょ。はい、来ました。乗り込みます。早く乗らないと本当に閉まるからね、お気をつけください。で、これが今いる駅名で、この横に何々駅みたいなのありますが、これは光らないタイプです。ちょっと動く。この音がドアが閉まりますノイズですのでご注意ください。捕まってね。出発。何駅だ？ 1、2、3、4駅降ります。これはね、吹き抜けというか車両が全部つながっているドアがない間に完全に作れますそうです。だいたいパリのメトロは1駅1分から1分数十秒くらいの間隔です。この表示もね、違っていたりもするので、信じすぎないように参考までに自分の目を信じてください。どこを見たらいいのかというと、各駅のホームに奥にね、紺色に白の字で駅名が書いてあります。次のチルリーで降りると、チルリーで真横に出る駅です。オランジュリー美術館、大体ここまで降りてください。はい、到着です。降りるときはさっさと降りましょう。はい、この電車に乗ってきました。はい、これが駅名です。本のバッグに白い字で書いてあるのが駅の駅名です。そして出口はさっきご説明した通り、そっちと書いてあるのが出口です。で、さっきの凱旋門もですが、観光地のところに出るよという場合には茶色いプレートで、これはルーブル美術こっちですよっていう風に書いてあるので、それに従ってください。ではこの出口従って出ましょう。まっすぐ行くとルーブルで、右に行くとコレット広場があります。まっすぐ行きましょう。駅のホームでもね、スリがいるので注意しながら歩きましょう。特に観光客の方が多い観光スポットがある駅は注意してください。さっきね、ちょっと一瞬つけられたでもつけられたって分かったら離れるとか睨みつけたりすると、あ、見つかった、この人分かってるっていう感じで離れていきます。
階段登ります。出ます。凱旋門の駅の出口はピーッとやって出る改札でしたが、ここは自動で出るときにはナビゴやチケットは必要なく、ただ自動ドアで通れます。何もする必要はありません。ほとんどの駅がこんな感じです。はい、ルーブルの駅到着しました。ちょっと地上に上がってみましょう。はい、ルーブルの出口です。上がります。もう真っ暗ですね。一気に暗くなりました。メトロポリタンって書いてあります。はい、出ました。目の前はカルチエ財団の美術館。そして右を向くと、これが全部がルーブルの外観です。入りきらない。これね、全部ルーブル美術館です。とっても広いです。そしてここが今出てきたメトロ出入り口です。オペラの出入り口はちょっとシンプルでしたが、ほとんどのメトロがこんな感じでメトロポリタンって書いてあります。お疲れ様でした。はい、ルーブル美術館到着。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。パリのメトロ、スリが多くて危険とか、ちょっと乗りこなすにはハードルが高いと思われがちですが、今日のポイントをしっかり押さえて乗れば、メトロだから特にスリが多いとか危険ということはないので、パリにいらっしゃった際にはぜひメトロを乗りこなして効率よくパリを楽しみ尽くしてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。